おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。質問&リクエストフォームから取り上げます。いつもためになるお話ありがとうございます。1967年製のエピフォンカジノのトップが落ちており困っております。トップ落ちのリペアはできますか？またどのようなリペアになりますか？前にアコースティックギターのトップの膨らみとかの話と同じですね。トップ落ちのリペアはできますか？できません。アコースティックの場合もそうなんですけれど、トップの膨らみとか、変形、沈むこともありますよね。で、今回のこのカジノの場合はトップ落ちってことなので、おそらく沈んでいくっていう現象ですね。内部のブレーシングとか、そういう骨組みですね。そういう部分が例えば剥がれてたりとか折れてたりとか、そういう物理的な不具合がないのであれば、これはもう仕方がないと私は思ってます。アコースティックギターに関してもそうですね。内部のブレーシングとかが剥がれているがためにトップが膨らんできたとかっていうこともあるので、そういう場合はブレーシングの剥がれの接着をすれば、ある程度収まったりします。要は長年の経年変化によってボディ自体がそういう形に落ち着いたっていうことなので、変形してきたっていうことなので、それを無理やり元の形に戻そうと思ってもほぼ不可能だと私は思ってます。で、ですね、この今の現状をこれ以上ひどくならないようにすることは可能だと思います。方法としては断面図として見てください。これが、トップ板で、こっちがバック板ですね。で、バイオリンとかによくある、昆虫を立てる方法がまず考えられます。昆虫っていうのは魂の柱と書いて、昆虫と読みます。虫の昆虫の話じゃないですよ。で、偉そうに言ったけど合ってるのかな？そうだよな。そうです。昆虫または玉柱だっていうふうに書いてますね。玉柱なんて読むのかな？いろいろ出てますね。これね、立てるの非常にめんどくさいんですよね。私も1、2回しか経験ないんですけど、要はここに丸い棒を1本こうやって立ててあげます。長い状態から徐々に削ってって何度も入れてはこう立ててみてっていうのを繰り返しで、ようやくちょっとグッっていう風にやったらちょうど垂直に立つぐらいのまで削り込んでいくんですけれど、でこうすることでトップとバック面がそれ以上こう物理的に近づくことはこれで阻止できます。ただ全体的なこういう反り方だとかちょっとこういう反り方だとかね、そういう全体の反りはまた話は別ですよ。仮にこの昆虫を立てたとすると音も変わるんですよね。具体的にどう変わるかっていうと、トップにしろバックにしろこの昆虫でこう突っ張らせることによって全体の振動の何割かはこう減ってしまうので、音が変わるということだけは確かです。多少変わるとは思います。はい。ということで、こんな方法が一つあります。元々の膨らみ具合とか、そういう形に戻すっていうことは、私はできないと思ってます。もし元通りの形に戻すことができて、で、それをもう何年も修理してから何年も維持してるっていう、そういうのがあれば、逆に教わりたいです。どういうふうにやるのかなっていう感じですね。刃の矯正みたいに、ここにクランプかなんか入れて、ブレーシングを接着する時に使うやつとか入れて、だんだん伸ばしていくとかね。そんな方法ももしかしたらあるのかなっていう考えたりはしますけど。変形してしまったものに関しては、うまくそれと付き合っていくっていうことが大切だと私は思ってますので、無理にね、元の形にこう戻そうなんてのはしない方がいいとは思います。で、結局今その変形した状態で落ち着いてるってことは、また元の形に戻そうとすると、どっかまた他に変な力が加わってバランスが崩れちゃうと思うので、そういう点からしてもあんまり良くないとは思いますね。無理やり元の形に戻すっていう方法があったとしても、私はそんな考えです。はい、では次ですね。毎回動画楽しみに見ています。
フレットすり合わせに対する質問です。フレットの頭が削れてきて数年後にすり合わせをすると思うのですが、昔 M 楽器でお願いしたところ、すり合わせはおすすめしない、交換もおすすめしないと断られたことがあります。M 楽器どこでしょうね。まあいいや。確かに2回目以降のすり合わせは減りが早い気がしますし、3回目となると弾き心地に影響してくると実感してます。よくフレットは頂点が出た方が良いと工房の人たちは言いますが、音程に影響するほどの差が出るとは考えにくいと最近思うようになり、ビビりや詰まりなどの演奏に影響が出ない状態ではすり合わせはしない方が良さそうだと思うようになりました。リペアマンから見た2回目以降のすり合わせの意見や感想などを教えてください。はい、ありがとうございます。まず上からじゃあちょっと順にお答えしていきましょうか。これ最初の楽器店さんでお願いしたところ、すり合わせも交換も両方おすすめしないっていうふうに断られたことがあるって書いてあるんですけど、なんででしょうね。すり合わせはもうおすすめしないよっていうふうにアドバイスすることはあっても、じゃあ新品に交換しましょうっていうふうに普通になるんですけれどね。これリペアマンによって全然違います。すり合わせを2回3回とする人もいれば、そうでない人もいます。私はそうでない人です。せいぜいすり合わせっていうのは、フェンダーのストラト、ヴィンテージタイプのストラトに使われてる一番ちっちゃい幅 2.0 ミリのフレットだと、すり合わせはやって1回が限度でしょうかね。っていうような感覚でいます。で、例えばミディアムジャンボとか、スーパージャンボ、いわゆる幅3ミリに近いような 2.8 ミリから 2.9 ミリとかぐらいの、でっかいフレットであれば、2回とかぐらいはいけそうですね。で、これは何回できるかっていうのは、要はそのすり合わせをする段階でそのフレットがどのぐらい摩耗してるかによって全然違ってくるんですよ。アコースティックギターとかだとコード弾きを良くする人、局所的に摩耗しているケースが多いんですね。で、一方、チョーキングを多用したりとか、まんべんなく削れてくる人、全体的に低くなってくる人、両方います。で、よく弾くポジションはそれなりに、減ってますし、この人、ここのポジションよく使うんだ、なんていうのは、フレットの摩耗具合から、ある程度分かったりもします。フレットのすり合わせっていうのは、基本的には、一番深く摩耗しているところ、に合わせて全体を削り込んでいくんですよ。全体を見て、そんなに摩耗してないねっていう風なものがあったとしても、どこか1箇所2箇所でも深くえぐれて削れてるところがあったりすると、結局そこの深くえぐれたところに合わせて全体を削っていかなきゃいけないので、結果としてかなり削ることもあるんですね。そのことからもフレットのすり合わせっていうのは、せいぜい1回、その次またフレットがこういうふうに摩耗してきたりへこんできたりしたら、じゃあもう次は交換しましょうねっていうふうにアドバイスすることが多いと思います。で、先ほども言った通り、フレットの高さがね、余裕があれば、2回とかすり合わせをすることもあると思います。で、あと新しいフレットとすり合わせをした後のフレットの弦が接する面積の話ですね。これももう何回もお話ししてるんですけれど、新しいフレット、要は頂点が鋭角なものっていうのは、弦の触れる面積っていうのが限りなく点接点に近いんですね。フレットの頭が平らになってくればなるほど、この接する面積っていうのが広くなりますので、出てくる音っていうのはその分ちょっと潰れたようなぐしゃっとした音になります。ですからそのことからもフレットの頂点っていうのは丸く鋭角になってた方がまとまりのあるしっかりした音になると私は思ってます。実際実験した結果でもそうですし、ここのねフレットの頂点のこの弦と接する
平ら具合っていうんですか、ここは割と実際に音を出してみても分かりますね。潰れたような音がしがちになります。この平らになればなるほど。音程にはほとんど影響はないと思うんですよ。チューニングメーターで見た時のいわゆる音程ですね。微妙な差は出るとは思いますけれど、長官上は無視してもいいレベルしか変わらないと思うので、音程は別に気にする必要はないと思います。むしろさっき言った通り出てくるサウンドの方が重要ですよね。で、あとそうだ。フレットのすり合わせをした後の端っこを丸める作業。クラウニングとかって言いましたっけ？この形状のものを元通りこういう風にしたいために、こんなようなね、形のヤスリがあるんですよ。フレットの角を削る専用のヤスリっていうのが売られてるんですね。これを使って削ることで、フレットのこの角がこういう風になるんですね。で、実は私はフレットの角を丸めるこの作業っていうのを、このヤスリを使ってはしてません。フレットのすり合わせをした後に、こういうような当て木を使って、ここにペーパーを巻くんですよ。フレット交換の動画でもご紹介してるんですけれど、横方向にバラ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 って何度も何度も往復さすんですね。で、そうすると自然とここの角が削れてくるんですよ。ほとんどこの頂点の部分の高さっていうのは削れないので、ここの角っこがどんどん落ちてくるんですね。ある程度ここは角が立たないようにしてます。先ほど紹介したフレットのこの角を丸めるヤスリ、あれを使うほどの丸みは出ないです。で、私はあえて出ないのを分かっていながら、ヤスリは使いません。多少この角が落ちるぐらいの状態で、完成とさせてます。はい。で、なぜ私がこのヤスリを使わないかって言いますと、このヤスリを使ってここの角を落とすと、その後にできるヤスリの傷っていうのが非常に深いんですね。その深い傷、ついてしまった傷をペーパーの例えばそうですね、600番とか、そのぐらいのちょっと粗めのペーパーから削ってって、で、番手を上げてって、で、最後、鏡面にね、仕上げるっていうのは、非常に手間がかかるんですよ。やってみたことがある方はわかると思うんですけれど、このヤスリを使うとね、割と深い傷がついちゃうんですね。まずそこが1点。で、それから幅 2.0 ミリとかの細いフレットに対してこのヤスリを使おうとすると、場合によってはここの部分が当たるより先にこの指板面にここがねくっついちゃうんですよ。ことがよくあるんですね。こうやって削るじゃないですか。で、パッと見るとヤスリの刃がね当たっちゃったとかっていうことがあるんですね。なので、あれは万能ではなくて、フレットの大きさだとか、すり合わせで削った量だとか、そもそものこのフレットの状態によって使える使えないっていうのが結構ね、まちまちなんですよね。で、そのために、ヤスリって確か何種類か出てると思うんですけれど、それを使い分けてもいいんでしょうけれど、このヤスリを使ってついた傷をきれいに仕上げていくっていうのは、時間も手間もかかる作業なので、じゃあそんなに時間とね、手間をかけるんだったら、そもそもフレット交換、新しいフレットにしちゃいなさいっていう話なんですよ。なので、私はすり合わせの時にはこの専用の丸めるヤスリっていうのは使わなくなりました。これはリペアマンによっては必ずこのヤスリ使ってね、端っこを丸めてこういう形にしなさいっていう風に言ってる人も絶対いると思います。っていうかむしろそっちの方が多いんじゃないですかね。私の方があれなのかな。ちょっとわかりませんけれど、どちらが正しくてどちらが間違ってるっていうことはないと思います。むしろこうやって説明してると私の方が間違ってるんですかね。こういう風に丸めた方が、確かに頂点は弦と接するね、幅っていうのは点接点に近づくので、いいことは確かなんですよ。ただ、さっきも言った通り手間なので、
その手間をフレット交換の手間と天秤にかけるとあんまりメリットがないなっていうことなんですよね。はい、ということです。はい、最後に告知があります。こちらのギター、スミマルというブランドの、アコースティックギターなんですけれど、オールカーボン製でできてます。以前にも動画でちらっとね、ご紹介したことがあるんですけれど、神奈川県の逗子市で合同会社オリジネートというところで作られてまして、オーナーさんの尾崎さんという方なんですけれど、ボートとかヨットとかの修理を本業とされてるんですよね。でその関係上カーボンの成形に非常に長けてらっしゃるので、こういったアコースティックギター、オールカーボン製のアコースティックギターを作るようになったということなんですね。告知の内容はですね、このギターの最終的なナットの取り付けとブリッジサドルの取り付けを誰かにお願いしたいという、ことです。1年ぐらい前ですかね、私にコンタクトがありまして、尾崎さんの方から。前はね、ナットの溝切りだとか、そういう成形とブリッジの取り付け、あと最終的に弦を張ってっていう、その作業をする方がいらしたそうなんですけれど、その方がなんか辞めてしまったかなんかで、私に声がかかったんですね。だいたい5、6本かな。今までこのスミマルのギターの最終的なナットとサドルの取り付けを私が行ったんですけれど、私もすぐに手をつけられないことがあるんですね。逗子から近い方、例えば横須賀でもいいですし、ちょっと離れてたら平塚とかそのぐらいだったら、こっから1時間弱もあれば行けちゃうので、近郊の方でスミマルというアコースティックギターのナットの取り付け、弦の溝切りもそうですけれど、あとブリッジサドルの取り付けですね。これブラックタスク材です。で、この作業をしてくれる方がいらしたら、ぜひ私のところまでコンタクトください。こういうリペアマンを目指している若い方、技術力がある若い方でも結構ですし、実際にリペアマンとしてやられてる方でも誰でもいいんですけれど、ここまで高級なギターなので、それなりの高い技術は必要です。依頼するというような話になったとしても、とりあえず最初にその方の技術力を見させてください。この方だったら大丈夫だなっていうことであればお願いをしたいと思います。もちろん尾崎さんとの話にもなると思うんですけれど、我こそはという方がいらっしゃいましたら、ぜひコンタクトをお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、いかがでしたでしょうか。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。